飼い主がさ、最近コード書いてないんだよね。ずっと AI に話しかけてるの。それまさに今日のテーマと関係あるのよ。今日はバイブコーディングは終わった？エージェンティックエンジニアリングの時代へがテーマだよ。バイブコーディング？なんかおしゃれな名前だけど、それ儲かるの？儲かるかどうかはともかく、 AI でコードを書く時代がどう変わってきたか一緒に見ていこうね。きなこもっちーのテック深掘り、今日も始めるよ。今日も一緒に深掘りしよまずはバイブコーディングの話から始めるね。この言葉を作った人知ってる？誰だろアンドレイ・カーパシーっていう元オープン AI の共同創設者でテスラの AI ディレクターだった人よ。この人が2025年2月に X に投稿したのが最初なの。閲覧数は450万回を超えたとも言われてるわ。そんなに？かすりまくりやん。カーパシーの定義はこうよ。バイブに身を委ねてコードの存在自体を忘れる新しいコーディング。具体的にはコードを自分で書かず AI が出した提案をアクセプト、オールで全部受け入れる。リフも読まない。ああ、つまりハムスターが回し車に乗るじゃん。行き先は決めないけど、とりあえず走る感じ。近いかも。 AI が走ってくれるから人間はバイブ、つまりノリだけ伝えればいいっていう感覚ね。カーパシーさん自身も使い捨ての週末プロジェクトには悪くないって言ってたんだよね。そうなの。しかもこの言葉、コリンズ英語辞典の2025年の年間最優秀語に選ばれたのよ。辞書に載ったん？めっちゃすごいやん。でもね、バイブコーディングには大きな問題も見つかってるの。ここからが面白いところよ。メーターっていう研究機関が2025年7月に衝撃的な論文を出したの。経験豊富なオープンソース開発者16人に246個のタスクをやってもらったランダム化比較試験よ。で、AI ツールを使ったらどれくらい速くなったの？それがね、逆に 19% 遅くなったの。なんでやねん。遅くなってどうすんねん。しかもね、開発者自身は 20% 速くなったと信じてたの。実際との差は43ポイント。自分では速くなったと思ってるのに、実は遅くなってるの？それ怖くない？怖いよね。ただしこれは2025年前半のツールでの結果だから、今のツールではまた違う可能性もあるわ。もう一つ重要なデータがあるの。スタック・オーバーフローの調査で4万9000人以上の開発者に聞いた結果よ。72% の開発者がバイブコーディングはプロのワークフローの一部ではないと回答してるの。7割以上が仕事では使えないって言ってるんだ。さらに言うとね、ベラコードの調査では AI 生成コードの 45% にセキュリティの脆弱性があったの。ほぼ半分がセキュリティに穴があるの？それはまずくない？まずいわよ。だからこそ AI にコードを書かせっぱなしじゃダメだっていう流れが出てきたの。実はね、カーパシーのバイブコーディングは突然生まれた言葉じゃないの。歴史があるのよ。2017年にカーパシーはソフトウェア 2.0 を提唱したの。ニューラルネットの重みこそがソフトウェアの本質だって。2023年には最もホットなプログラミング言語は英語だって投稿して1000万回以上閲覧されたの。英語がプログラミング言語って面白い例えだね。つまり人間の言葉で AI に指示するとき変わってこと？その通り。よくわかったね、モッチー。そしてこの流れが2025年のバイブコーディングにつながったの。そして2026年2月4日、バイブコーディングのちょうど1年後にカーパシーは新しい概念を提唱したの。1年後にアップデートしたんだ。バージョン2みたいな。カーパシーの定義はこうよ。AI エージェントを使ったプログラミングはより多くの監視と精査を伴う。で、99% の時間コードを直接書かないけど監督者として行動する。そこにアート&サイエンスがあると。ああ、つまりこういうことを。バイブコーディングは回し車に乗せっぱなしだったけど、エージェンティックエンジニアリングはどの回し車に乗せるか選んでちゃんと見守るってこと。回し車の例えが好きね。でも今回はなかなかいい線いってるわ。 Google のありオスマにはもっと端的に言ってるの。バイブコーディング、ヨーロー、エージェンティックエンジニアリング、 AI が実装し人間が品質を所有するって。養老でさすがにそれはあかんやろ。プロの仕事で養老は。そうよね。オスマには実践の4原則も示してるの。計画から始める、指示してレビューする、テストを徹底する、コードベースを所有する。 AI に任せるけど
最終責任は人間が持つってことだよね。飼い主、聞いてる？飼い主、昨日もアクセプト、オール連打してたわよね。あはは、飼い主まだバイブコーディングしてるやん。ここからはエージェンティックエンジニアリングを支えるツールの話をしようか。ツールの話は好き。どこが一番儲かってるの？まずクロード、コードでアンスロピックが作ったターミナルベースの AI コーディングツールで2025年5月に一般公開されたの。公開からわずか6ヶ月で年間収益10億ドル、2026年2月には25億ドルを超えたのよ。25億ドル？日本円で3000億円以上やで。半年ちょっとで。なんでやねん。一方、カーソルはエニスフィアという会社が作った AI 搭載の IDE ね。VS コードをベースにしてるの。カーソルも2025年11月に年間収益10億ドルを公式に発表してて、こちらも凄まじい成長よ。クロード、コードもカーソルも10億ドル超え。AI コーディングツール、めっちゃ景気ええやん。そして忘れちゃいけないのが GitHub、コパイロット。こちらは有料ユーザーが470万人で、大企業では圧倒的に強いの。三つどもえの戦いなんだね。あとね、ウィンドサーフっていうツールの買収歴がすごかったのよ。ちょっと裏話的に紹介するね。オープン AI が30億ドルで買収しようとしたら破談になって、72時間後に Google とコグニション、AI に分割されたの。72時間で決着？ M&A のスピード感おかしいやろ。それくらい AI コーディングツールの市場は熱いってことね。市場全体も2025年の74億ドルから2030年には240億ドルに成長する見込みよ。ここからは実際の開発者が AI ツールをどう使ってるかのデータを見ていくね。面白いのはシニア開発者の方が AI をうまく使いこなしてるっていうデータなの。ファストリーの調査では経験10年以上のシニアはジュニアより 2.5 倍多く AI 生成コードを本番に出荷してるの。ベテランの方が AI を多く使ってるの？逆じゃないの？逆に思えるよね。でもシニアはコードの良し悪しを判断できるから AI の出力を安心して使えるのよ。 DX の調査でもスタッフエンジニア以上が週 4.4 時間の時間節約で最大の恩恵を受けてるの。つまり料理の上手い人がフードプロセッサーを使うと最強だけど、料理初心者だと怪我するみたいな。いい例えね、モッチー。まさにそういうことなの。ちなみにジェットブレインズの調査では2025年に書かれたコードの 41% が AI 生成なの。2万4000人以上の開発者に聞いた結果よ。4割が AI。もう AI なしじゃ仕事できひんやん。パンダスの作者のウェス・マッキニーもテイスト、つまり審美眼が最も希少なリソースだと言ってるの。ただね、気になるデータもあるの。22歳から25歳のソフトウェア開発者の雇用が約 20% 減少してるのよ。若い開発者の仕事が減ってるの？それって AI のせい？ AI だけが原因とは言い切れないけど影響はありそうね。だからこそ経験と判断力を磨くことが大事なの。じゃあ最後にエージェンティックエンジニアリングを実践するための考え方を整理するね。サイモン・ウィリソンが良い定義をしてるの。 AI が書いたコードでもレビューしてテストして理解していればそれはバイブコーディングじゃないって。 AI は道具で使いこなすかどうかは人間次第ってことだよね。そうなの。面白いことにアンスロピックの社内ではクロードコードの約 90% がクロードコード自身によって書かれてるのよ。 AI が自分のコード書いてるの？なんでやねん。マッチポンプやないか。でもね、そこにはエンジニアがレビューして品質を担保する仕組みがあるの。それがエージェンティックエンジニアリングなのよ。ちなみにね、エージェンティックエンジニアリングの周辺にはもっと面白い概念が出てきてるの。コンテキストエンジニアリングとハーネスエンジニアリングって聞いたことある？エンジニアリングだらけ多すぎない？堪忍な、ちょっと欲張りすぎたわ。これは次回の動画で詳しく解説するから楽しみにしててね。お、きなこの京都弁出た。本気で語りたいテーマなんだね。今日のまとめだよ。バイブコーディングは AI に任せっぱなし。エージェンティックエンジニアリングは AI と共同して品質を所有する。 AI がどんなに賢くなっても最終的に判断するのは人間ってことだよね。その通り、モッチー。今日はいいまとめだったわ。えへへ。飼い主はバイブコーディングとエージェンティックどっちなの？昨日のアクセプト、オール連打を見る限り、まだバイブよりね。飼い主、
この動画見て勉強して。みんなはバイブコーディングとエージェンティックエンジニアリングどっち派？コメントで教えてね。コンテキストエンジニアリングとハーネスエンジニアリングも別の動画で深掘りする予定だよ。お楽しみに。この動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。通知オンにしてくれたら関連動画も見逃さないよ。バイバイ。またね。